今回の動画は大陸版にて7月25日に実施された配信、サマーカーニバル特別通信の内容をまとめたものとなります。なお、今回も例に漏れず、投稿者は完全に中国語を聞き取れるというわけではないため、一部実際に実装される内容とは異なっていたり、編集によるミスがあるかもしれませんがご了承を。それでは、今回も多くのことが明らかになったので、さっさと始めていきましょう。まずはじめに、新たなサイドストーリー、ドッソレスホリデーが8月3日より開催されます。ドッソレスホリデーは2周年配信でも告知されていたように、ホリバルのリゾート地が舞台となっており、ドッソレスにて開催されるトライアスロンと、バトルロワイヤルが種目となるドッソレスウォーリアーチャンピオンという大会がメインとなるとのこと。その大会にて所属不明の勢力が強襲を仕掛けてきたというのがストーリーの発端となっているようです。今回のサイドストーリーでも新たなギミックは健在で、ステージ内では一定時間ごとに高波が押し寄せ、ステージが海に沈むこともあるとのこと。これによってどのような効果が発生するのかの詳細はわかりませんが、映像を見る限りでは敵の移動速度が遅くなっているように見受けられます。なお、外水は排水ポンプらしきものを使えば抜くことはできるようです。また、海の底が深い地域での戦闘ステージもあるとのこと。このようなステージでは、最初はオペレーターを配置することはできませんが、浮き台らしきものを設置すれば、オペレーターも配置することができる様子。なお、潜水している敵はステルス状態となり、さらには攻撃力も上昇してしまうようです。ステルス状態を解除するには、浮き台にオペレーターを配置してブロックするのが基本となるのかもしれません。そして今回のイベントではローグライクイベントのお宝のようにオペレーターの性能を強化するアイテムも存在しているようです。詳細については公式からの発表待ちですが、今回発表されたアイテムはどれもオペレーターに対してプラスに働くものばかりとなっていたので、逆に言うとこれらのアイテムがなければ攻略は難しくなっているのかもしれません。いずれにせよ紹介を見た限りではかなりの数のアイテムがある雰囲気です。続いて、新規実装オペレーターたちを紹介。まずは、星5前衛オペレーターのテキーラ。テキーラは、イベント配布オペレーターとなっているので、イベントをこなすことで入手することができます。性能は前衛の新たなタイプである、リベレーター型となっており、通常時は一切攻撃を受けず、ブロック数もゼロ。その代わりに、スキル未発動時は攻撃力が徐々に上昇していき、攻撃を受けた際には反撃ダメージを、スキル発動後はスキル未発動時に溜めた攻撃力を用いて大火力を実現するというリベレーターの名にふさわしい性能となっています。続いて星5前衛オペレーターラプルーマ。ラプルーマも詳細な性能の発表はありませんが、ラプルーマもリベレーターまたは新たな前衛タイプの可能性がありそうです。続いて、星6特殊オペレーターの水木。水木はマンティコアタイプのオペレーターとなっており、ブロック数ゼロと範囲攻撃が特徴となっています。昇進にイラストはこんな感じ。モチーフはイラストに描かれているクラゲに特徴的な模様があるのでおそらくは水クラゲでしょう。ちなみに男性オペレーターです。水木の特性及び素質は上記の通り。かなり追い打ちに性能が良ったオペレーターとなっているようです。続いて、スキル1の効果とスキルモーション。続いて、スキル2の効果とスキルモーション。最後にスキル3の効果とスキルモーション、使用例。
続いて、新たな威嚇オペレーターとなる狙撃オペレーター、休日イリューチェン。休日イリューチェンは、イグゼキュターと同じ単射程範囲狙撃となります。昇進にイラストはこんな感じ。休日イリューチェンは限定オペレーターとなっているので、昇進にイラストはライブ 2D となります。休日イリューチェンの特性及び素質は上記の通り。続いて、スキル1の効果とスキルモーション。続いて、スキル2の効果とスキルモーション。最後にスキル3の効果とスキルモーション、使用例。以上がドストレスホリデーと同時に実装されるオペレーターの概要となります。続いて、同時期に実装される専用コーデを紹介。マドロック、安息の5や DN06。レッド、京風、LB01。シデロカ、京風、LB03。J、砂浜の番人 GT002。通路、夏の花びら FA026。こちらはイベント報酬となります。続いて、職業の細分化について紹介。現状の先行や重装、前衛といった8種類の職種表記だけでは、オペレーターの能力を完全にカテゴライズできているとは言いづらくなっています。特に前衛に関しては、それが著しく、様々な能力を持つオペレーターを前衛とだけで表現するのは難しくなっています。そのため、8種類の職業という大カテゴリーは残したまま、各職業に小カテゴリーを追加し、似たような性能同士を小カテゴリーでまとめようというのが今回の細分化です。例えば、先ほど紹介をしたテキーラは、これまでの職種分けでは単なる前衛というのみでしたが、前衛のリベレータータイプというように、小カテゴリーが追加されることとなります。端的に言えば、これまでドクターの間で使われていた単体前衛やラッシュ型前衛といったものが、公式にカテゴライズされ、正式名称が付けられるということとなります。そのため実際のところは、ドクターとしては、これまでとそこまでの違いはないでしょう。個人的にはわざわざ細かい分類の紹介をしなくても済みますし、代替オペレーターも提案しやすくなるので非常にありがたい限りです。なお、配信で紹介されていた例を挙げると、マゼラン、ディピカ、シーン、メイヤーが補助の召喚士というカテゴリーになります。そして、これら召喚士と、現在は支援型前衛と呼ばれているオペレーターたちには、モジュールシステムと呼ばれる、新たな強化システムが実装されます。端的に言うと、モジュールシステムに対応したオペレーターは、性能の強化と他の同種のオペレーターと差別化が図られることとなり、例えばマゼランであれば、モジュールを入手することで、最初に配置するドローンは配置枠を消費しない一方で、最後に配置したドローンを撤退させたり、倒されてしまった場合は、配置枠が回復しないというデメリットが存在します。つまり、空いた配置枠分だけ、オペレーターを追加で配置することができる一方で、スキルによるドローンの回収がより重要になるというわけです。
召喚や支援前衛は似たような性能になりがちで、性能の差を感じにくい仕様だったので、パッと見た限りではいい調整なのではないでしょうか。大陸版では上記のオペレーターに中国語 CV が追加されることが明らかになりました。実装は9月になるとのことですが、こちらは日本版には関係がなさそうなので、説明は省略します。機器契約ナンバー6、作戦コード万輪が開催されることが明らかになりました。こちらはすでにいつ開催されるかが明らかになっており、8月26日からとなっています。ドッソレスホリデーのイベント期間は3週間となっているので、ドッソレスホリデーから機器契約のインターバルはほぼ 1.5 日しかないこととなります。なお、今回の報酬はバナーにも描かれている通り、ワルファリンの専用コーデ、ホリデー HD31 となります。上記のオペレーターたちの性能調整が行われることが明らかになりました。詳細に言うと、範囲術師、団体前衛、広範囲量、跳躍型術師が今回の調整対象となります。大陸版では、ほぼ1年近く更新が行われていないメインストーリーに関する情報のチラ見せがありました。9章のタイトルは、暴風両坊、ストームウォッチとなるようです。舞台となる場所はビクトリア帝国。1から8章までの続いた物語とは異なり、繋がってはいるものの新たなストーリーが展開され、ロドスはレユニオンとは異なる新たな現地勢力に立ち向かいながら、神秘のベールに包まれたビクトリアの内部が明らかになっていくとのこと。9章によってアークナイツのストーリーは新たなポイントへと突入するようです。とりあえずは9月にも何らかを見せることができるとのことなので、そちらに期待しておきましょう。残りはリミテッドスカウト恒例の合計24連無料スカウトと、イベント報酬の素材やイベント家具、合成玉がもらえるくじ引き。こちらのくじ引きに関しては、ガチュウ人で全く同じくじ引きが開催されるので説明は省略します。最後に、アークナイツ初の限定オペレーター。2円の昇進にイラストのライブ 2D 化が発表されました。時期については不明ですが、発表されたということは大まかな時期が決まったということでしょう。以上が7月26日に大陸版で実施された配信、サマーカーニバル特別通信にて発表された内容となります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。